月明かりさえ眩しいねこんな日は。ああ気持ちの先がときめきの境界線からちょっとはみ出しそう。そばにいるとだんだん気になる気のないふりしてるのか。だんだん涙が心に隠しきれずにだんだん切なくだんだん寂しく好きなの音聞けたらいいのにね。グルメ志向。アロハなんだなんだ。皆さんお元気？花村さん。どうしたのその格好。へへ。そういえば花村さん、有給を取ってご主人とハワイ旅行にいらしたんでしたね。ええ、本当はもっと早く着く予定だったのが天候の加減で飛行機が遅れちゃって成田から直行しちゃったの。まあそれは大変だったわね。こら花村君、遅刻してきてなんだねその格好は。だいたい職場というところはだな。はい副部長、ハワイのお土産。ありきたりのものだけど皆さんでどうぞ。わあ、チョコレート。マカデミアナッツのチョコじゃないの。中に入ってるナッツが独特で美味しいのよねこのチョコ。おお、こいつはうまそうだ。ちょっと副部長、そんじょそこらのチョコレートと違うんですよ。一つずつ味わって食べてくださいよ。あ、君たち、これ小泉局長のパリ土産だそうだ。日本でも売ってるものだから珍しくもないが、みんなでどうぞって。うわ、パリのフォーションのチョコレートですね。局長はパリへいらしたんですか？久しぶりの家族サービスだそうだ。私これ好きなんです。一度食べるとやみつきになりそうで。どれどれ、このチョコはどうかな。さすが本場のチョコはうまい。ところで小泉局長が山岡君と栗田君に話があるそうだ。今度の特集記事のことで何か思いつかれたらしい。すぐ言ってくれないか。はい。山岡さん、起きてください。小泉局長がお呼びですよ。山岡さん。さあ、チョコでも食べて目を覚ましてください。チョコ？今日バレンタインデーかい？パリのお土産ありがとうございました。いや何、今は日本にもあるから珍しくもないが。家族サービスでパリとは小泉局長も優雅ですね。しかし最近はすごいね。世界中どこも日本人で溢れ返ってる。パリの有名ブランド商品の店なんか日本人の買い出し部隊に占領されたみたいだしな。ニューヨークでも5番街の店なんか日本人でいっぱいらしい。しかしいささか浅ましくて情けなくなったね。私もそう思います。でもなぜなんでしょう。ブランド商品は西洋文化の一つだろう。西洋文化を日本人がお金という暴力で略奪しているという野蛮な感じがするからさ。まさにその通り。話で聞いただけでも下品な感じがしますね。ところで今度の特集記事の企画についてなんだが、
実はさっきの買い物の話じゃないが、食べ物もブランド志向というか、グルメ志向が一段と強くなったと思うんだ。最近北京、広州、香港などの有名な中華料理店やフランス料理店の三つ星レストランが次々に東京に支店を出し始めたのは知ってるだろう。でそれを特集記事で取り上げたらどうかと思ってね。東京で味わえる世界の味ってテーマですか？で今回は評論家の桜田先生に加わっていただこうと思ってるんだが。桜田先生ですか。もともとは文学や音楽の評論が専門だけど、最近は食べ物や社会評論でも活躍している方ですよね。外国体験も豊富だし、日本と外国の食文化を比較して論ずるのもお得意だから、今度の企画なんかぴったりだと思うんだよ。店や料理人におもねらないで辛口の評論をする人だし、桜田さんならいいんじゃないでしょうか。そんなわけでぜひ先生にご協力をお願いしたいんです。先生はそれぞれの店についてすでにいろいろとご意見をお持ちになっていらっしゃると思いますが。まあそれはいろいろとあるが、よしよしよし。実はね、私はもう食べ物のことを書くのはやめようと思うんだ。なぜですか？桜田先生、一体何があったんですか？君は確か究極のメニュー作りを担当していると言ったね。そんな仕事をしていて虚しく感じないのかね。究極のメニュー作りなんてそんなもの意味があるのかね。先生、それはあんまり。申し訳ない。君たちの仕事をけなすつもりはないんだ。私自身今までの生き方に疑問を抱いたんだよ。食べ物の評論なんか書いてきたが、そんなことに意味があったんだろうかと。先生のお仕事はご立派なものばかりですわ。そうです。他の食い物評論家なんてグルメブームに乗った太鼓持ちみたいなやつばっかりだけど、先生は違う。真面目で厳格だし、本当のことしか言わないし。君たちまずその本場の中華料理店やフランスの三つ星レストランの出店を回ってきたまえ。そして何か感じることがあったかどうか私に報告してくれないか。話はそれから改めてすることにしよう。驚いたわ。桜田先生が食べ物の評論をやめるだなんて。自分の仕事を辞めようなんてよくよくのことだな。何かあったんでしょうか。とにかく先生の言われた店を回ってみようじゃないか。料理人は広州から連れてまいりました。材料も主要なものは香港経由で空輸しています。最上のものを集めていますから、広州の本店より美味しいかもしれません。すごいですね。それじゃあ広州の本店の名物料理は全部できるんですね。もちろんです。店ごと東京に引っ越してきたみたいだな。なるほど、さすがは本場の味だね。料金は高いけど広州に行くことを考えたら安いわね。こんな料理は昔の王侯貴族しか食えない高級なものだよ。それが現代の日本で食べられるんだから。経済大国日本万歳ですわね。そうだな。パリの本店のナンバー2のシェフが来日して当店で指揮を執っております。材料もパリ直送のものを多く使っていますから、味は本店と変わりません。お店の内装も本店とそっくりなんですか？はい、味も雰囲気も本店のままというのが基本方針でございますから。贅沢ね。どうも本日はありがとうございました。お気に召しましたでしょうか？まあまあだろうな。それとほれ、あのシャンデリアは本物か？はい、フランスから取り寄せました。安くはねえな。その分料金についてんだろ。うちの応接間にもあんなの欲しいわね。あら買
買いに行きましょうよ。一緒にフランスまでついてってあげるわよ。もう買いたいものばっかりで困っちゃうわ。この店の本店は香港一高級なんだろ。その高級中の高級料理を食わせてもらおうじゃないか。太っ腹ね。ほらほら、こっちは予算ケチったりしねえんだ。一番高い料理をずらーっと並べてくれ。そりゃまた随分極端な目に遭いましたな。確かに極端ですけど、珍しいことじゃないと思います。なんだかがっかりしてしまいました。日本でグルメブームと騒がれるようになって久し。だがその中身たるや。外国でブランド商品を買い漁る観光客と同じですよ。レストランは食文化の花、食文化はその国の文化の重要な一部です。その文化を金で買えると思っている姿が情けない。本国の視点を東京に出させて、それでその国の食文化を自分のものにしたつもりでいるなんて。金だけはあるが、中身のない人間に本当の味が分かるわけがない。私の気持ちは分かってもらえるだろう。私は食べ物評論なんか書いてきたが、結局それは薄っぺらなグルメブームとやらを煽り立てただけだったんじゃないか。私は食文化には何の貢献もしてこなかったんじゃないか。さらに言うと、究極のメニューというのも結局はその船舶なグルメブームとやらを景気づかせるための虚しいものなのではないか。桜田先生、それは間違ってます。何？第一、散々食べ物について書いておきながら今さらそんなこと言うのは無責任です。山岡さん。無責任とは何だ。ちっけえな。私はもう食べ物のことなんか書きたくないんだ。他にももっと書かなければならない大事なものが私にはたくさんあるんだ。原稿は断る。さっさと帰りたまえ。先生、桜田先生、待ってください。しかしこれは大変な事態になってしまいました。桜田先生は文学や社会評論においては論壇の第一人者。食べ物に関することならまだしもなんですが、本業の評論で原稿をもらえないとなると、このままでは我が社の大損失になりかねない。私の監督不行き届きです。申し訳ありません。いや、谷村君が謝ったからといって今さら収拾がつくことではない。しかしこれはいささか困ったことになったな。あいつら桜田先生にどんな失礼をしたのか。失礼します。社主、何かご用でしょうか。こらお前ら、一体桜田先生に何をやらかしたんだ。桜田先生は昨日の君らの失礼な態度に腹を立てて、もううちには一切原稿を書かないと電話してきたぞ。だったらいいじゃないですか。あの人に頼まなくても今度の特集記事は俺たちだけでもできますよ。これは君らだけの問題じゃない。我が社の一大事につながることだ。山岡、一体何があったんだね。別にどうってことはありませんよ。栗田君、何があったんだね。ただの言葉の行き違いだと思うんですけど、先生の方でもう食べ物に関しては書きたくないとおっしゃったのがきっかけなんです。山岡は桜田先生を無責任だとなじったそうじゃないか。そう思ったからそう言ったまでです。しかし原稿をお願いに行ってるのは我が社なんだろう。いくらなんでも無礼じゃないか。無礼なのは先生の方です。原稿を書きたくないもんだから究極のメニューなんて虚しいなどとケチをつけて関係ないと思いませんか。まあまあ、そんなこと言い合っていても仕方がない。山岡君、君は桜田さんのことをどう思う？どうって？今でも桜田さんの原稿を欲しいと思ってるのか？そりゃ今度の企画には一番ぴったりの方だとは思いますけど。
だったら山岡君、君の責任でもって桜田さんとの関係を修復し、快く原稿をいただけるようにしたまえ。それ以上私としては言うことはない。明日は早朝出勤だ。今夜は早く寝とけよ。山岡さん。おはようございます。おはよう。おはようございます。先日は失礼いたしました。なんだ君たちは。一体何の用だ。先生、朝食はまだでいらっしゃいますか。ああ、それがどうしたというんだ。でしたらぜひ我々とご一緒していただきたいのですが。お願いします。私はもう原稿は断ったはずだが。ご足労はおかけいたしません。桜田先生。なんだねここは。禅寺ですよ。前もって申し込んでおけば精進料理を食べさせてくれるんです。精進料理。おかゆにたくあん、それにこれはごま豆腐さ。そのようだが。先生、どうぞ召し上がってください。これはなんと。ごま豆腐も何度か食べたことがあるが、これは今までのとものが違う。ごま豆腐の中にはごまの風味が強すぎてしつこかったりくどかったりするものが多いけど、これはすっきりと爽やかだわ。だがこれは軽く淡麗だ。しかも香ばしさはひときわ軽やか。このごま豆腐の作り方を後で教えていただくことになっているんです。本当かね。それはぜひ私も。それではよろしくお願いします。はい。まず白ごまを焦げないように丁寧に煎ってやります。煎り上がったごまをすり鉢に移してすります。油がじっとりにじんでくるまで吸ってやります。すり上がったごまは布で包み、鍋に取った水の中で揉んでやります。布巾の中に残るごまの皮がバサバサになるまでじっくりごま汁を揉み出します。そしてごま汁の溶けた水に吉野の本くずを加え、塩を加えてしゃもじでかき回しながら煮ます。かき混ぜるうちに鍋の底が見えるようになったら適当な容器に流し込みます。それが十分に冷めたら冷蔵庫で 1,2 時間冷やしてやって出来上がりです。出来上がったごま豆腐は小鉢に好みの大きさに取って汁を張ってやります。精進料理ですから出汁は昆布だけで取ります。いや手間がかかるもんだな。煎ったごまを布巾で包んでごま汁だけをもみ出して皮を捨てるところが大事ですね。最近はフードプロセッサーなどで一気にすりつぶしたごまを使ったり、出来合いのごまペーストを使ったりして作るところもある。でもそうすると
アクが残ってすっきりした味に仕上がらない。その誠実さが仕上がりの味を決定的に変えるんだな。桜田さん、いかがでしたか、今日の朝食は。素晴らしい。日本の食文化の誇りと言えるよ。グルメブームとか言ってレストランを食べ歩いていい気になっている連中もこんなものを味わってくれたらな。そうですよ。そう思ったから先生をここにお連れしたんです。何？日本のグルメブームがこんなにだらしなくなったのは、話題を盛り上げ流行を作り出し、面白おかしく煽り立てたジャーナリズムと食品産業の言いなりになってきた御用評論家の声が大きかったからです。真剣に食文化を論じ、食べ物についての正しい理解を訴える者があまりに少なかった。それに対して桜田さん、あなたは何をしてきたんですか？他国の文化の花を楽しむのもいいでしょう。しかしそれだけを買い取ってそれで良しとする今の日本は異常です。自分たちの食文化の基礎をしっかりと踏まえないと、表面的な華やかさに流されるだけで自らの文化も見失い、他国の文化も心底理解することができないでしょう。日本の食文化の基盤はごま豆腐に限らずいくつもあります。その基盤を理解させていったら、船舶なグルメブームを奥の深いものに変えていけるんじゃないでしょうか。そういうことを書くのは、業者と癒着した評論家やウランカナの記事に仕立てるジャーナリズムにはできません。桜田さん、あなただけができることです。俺たちの究極のメニューだって船舶で虚しいグルメブームを追っているつもりはありません。食文化の本質を捉えたいと思っているんです。よくわかったよ、山岡君。私は弱気になりすぎていたようだ。今の船舶なグルメブームを新しい食文化形成の動きに変える運動を誰かが始めなければならないんだ。よし、私がやろう。しかしなんだかごま豆腐一つでうまうまとおだてられて、ごまのハエにでも騙されたような気分だな。いや、桜田さんもすっかりご機嫌を直したようだ。まあいろいろあったろうが、とにかくご苦労さん。この店の本店は香港では一番高級な店だそうだ。君たちを連れてきたのは今回の桜田さん説得の手柄に対しての褒美だ。うまいものご馳走してやるぞ。さて今日は金に糸目をつけんぞ。何でも一番高い料理を見繕ってざーっとテーブルに並べてもらいましょう。ダメだこりゃ。おい、君たちどうした？なんだ、二人とも腹が減っとらんのか、このバチ当たりめが。流れる窓に